はるチャンネルの片岡はるみです。こんにちは。今日はですね、自宅からなんですが、最近の購入品を紹介していきたいなと思っています。私みたいな初心者が購入品なんて紹介していいのかなって思うんですけど、コメント欄で最近購入したものとか見たいという温かいお言葉をいただいたので、恐縮しながら購入品を紹介していきたいと思います。それではレッツゴー。まずはですね、大きいものから紹介していきたいなと思います。で、最近竿を買いまして、動画内でちょっと竿を買おうと思ってるんですけど、おすすめありませんか問いかけさせてもらったんですけど、その時におすすめいただいた竿があって、まずちょっとそれを購入しました。1つ目、これすっごい長くて、ちょっと長さはね、多分ね、自分で選んだんですよ。長さは自分で選んで買ったんですけど、シマノの HI パワー X S106MH っていうのを買いまして、すっごい長いんですけど、これでもうちょっと釣りとかやってるんですけど、飛距離がかなり伸びました。これでやっぱり長い竿を使って投げ釣りとかする時に投げるとすごい飛ぶ。しかも力をそこまで入れなくても結構飛ぶんで、これは本当に遠くに投げる時にいいなと思いました。でもね、ずっとね持ってるとね、ちょっと私も鍛えなきゃいけないなと思ってるんですけど、重くなってくるんですよね。だからバーって投げて、ちょっと置いといたりとかするのがいいかなと思ってます。次、これもねコメント欄に書いてあったんですけど、これはねダイソーで買ったんですけど、ダイソーの穴釣りミニロッド、穴釣り用ミニロッドで本当に短い、約56センチで、対象魚、メバル、カサゴなどの目魚類って書いてて、これ700円なんですよ。これはもう本当に軽い。もうなんか家に置いといたら、これ竿なのって夫にも子供たちにも聞かれて、そうおもちゃ用じゃなくてこれ穴釣り用だよって言ったんですけど、これで穴釣りしていきたいなと思ってます。次、まだ竿買ったの。すごい最近竿買って、これは LBT これはまだね最近届いたんで、まだ箱がある。ブライディング X リバティクラブサーフっていうやつで、これはダイワなんですけど、2.7 メートルだから、さっきのサバよりは短い。そしてこれはなんていうんだっけ、振り出しっていうんだよね。振り出し竿なんで、これではまだ釣りしたことないんだけど、こんな感じなんです。見えないんですと思うんですけど、画面に収まりきれないんですけど、これ新しく買いました。割と軽いんで、これはこう投げて動かしていく。これからそのロックフィッシュとか、ルアーとか、そのルアーとかも面白いよとか、ロックフィッシュとかやったらどうですかってコメントいただくんですけど、なんかやっぱり、練習あるのみだと思うんですけど、動かし方がよくわからないのと、本当にそれでどこで釣れるのかっていう、またそこもね自分で探していかなきゃいけなくて、まだちょっと手は出せていないんですけど、今もまだ1年未満なんで手探り状態で、まだそっちまでいけてないんですけど、来年の2025年の目標としてはロックフィッシュとかルアーフィッシュをやりたいなと思ってます。竿は最近3つ買いました。本当にすごいなと思うのが、皆さん私が道具変えると気づいてくださる方とかいて、すごいなと思って。でですね、ちょっと私のこの道具箱、釣り道具箱をちょっと最近お見せしようかなって思ってて、まず買ったもの、私リールも買いまして、 ULT グラアルテグラ3000
かも結構もう買ってるんですけど、ちょっともう箱とかもなくて、でも皆さんからおすすめしてもらってる糸とかも買ってるんですよ実は。で使ってるんですけど、本当に無知なもので、皆さんからの意見を本当に参考させてもらっていて、皆さんが試行錯誤をして考えて何年も使ったりとかしてたどり着いたアイテムをね教えていただいて本当にありがたいなと思ってます。で私もそのおかげで何買っていいのかなってその都度やっぱ悩んじゃうんですよ。悩んだ時にそうやって教えてくれたりとかして、でもあんまり聞かない方がいいのかなと思ったりも実はしててそう皆さんに負担をかけてしまうので、だから自分で考えてやったりした方がいいのかなとも思いつつも、やっぱり甘えて聞いちゃったり、聞かなくても結構教えてもらったりとかして、それを参考にさせてもらってるんですけど、いるんですで最近ですね仕掛けを作りたいなと思っていて、それを何度か動画でも多分言ってると思うんですけど、で仕掛け用の材料をすごい買ってまして、仕掛け用の糸とか漁業者専用って業者さん専用の買っちゃったのかなって思ってるんですけど、これと、こういう感じでいくつか買ってます。なので近々ちょっと仕掛けも作ってそれも動画にしていきたいなと思ってます。釣りに行って、例えば私結構磯目で釣るんですけど、磯目が釣れなかった時とかに常温で保存できるこのアミエビとかサビキの餌とかボックスに入れといた方がいいよっていうコメントいただいたんで、最近はね常温保存できる餌とかもしっかり入れてちょっと対応できるようにして超過を上げたいなと思ってます。買ったもの紹介って言ったら、細かいものをあげると本当にキリがない。多分皆さんもそうだと思うんですけど、ものすごい買いますよね。私ももう本当にものすごい買ってるんですよ。紹介しきれないぐらいワームもやろうと思ってワーム用の専用の針買ったりとか、虫ヘッドはなくなったりとかしたら買う。でこれはイカ用のフラワーとか、あとね結構ダイソーで売ってるこういうルアージグこういうのを買ったりとか、夜釣り用のこのライト、この光るライトとか、あと魚測るものとか、ちょっと最近減ってきちゃってるんですけど、最近ねブラクリが本当に穴釣りしてるとすぐブラクリがなくなるから、ブラクリのこの仕掛け作りたいのと、あとぶっこみ釣りも楽しいですよって言ったの。ぶっこみ釣りの釣り始めてよかったなって思うのは、YouTube を通してですけど見てくださる方がいて、その方たちのコミュニケーション、あれがいいよこれがいいよとか教えてくれたりとか、私主に岩手県の釣り場巡ってるんですけど、ここの釣り場いいよって情報提供してもらったりとか、やっぱり人との出会い、そして釣りの話ができるっていうのはやっぱり釣り始めてよかったなって思うところですね。あと自分が釣った魚を家族が美味しいって言って食べてくれたりとか、自分の世界がすごく広がったっていうところが本当釣りをやってよかったなって思ってて、道具買ったりするのは本当にお金かかるし、ワクワクするし、切ればもう専用の竿とかも専用を本当は揃えていきたいけど、そうなっていくとコストもかかるし場所もかかるから、いろんな万能の竿とか買っちゃったりしてるんですけど、集めれることがあったら全部集めたいっていうぐらい釣りは飽きないですね。てな感じで今日は私の最近の購入品を紹介させていただきました。参考になるかわからないんですが、もっとご意見とかあればコメント欄にお願いします。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。したっけねー。